アフリカの盾が南アフリカ戦争に介入。ボーア戦争が激化する中、現地のジャーナリストによると、ドイツ植民地所属の戦車師団が南アフリカ国境を越えて侵攻を始めており、急速に紛争が拡大しているようだ。新たに創設されたアフリカの盾の部隊はいくつか戦闘で重要な勝利を収めており、伸びきった前線に配置されていた南アフリカ軍は混乱状態に陥り、南方に退却せざるを得なくなっている。OFN は10年もの間、南アフリカを支持してきたが、現地の心情はというと、ポートノートに向かって退却する血まみれの南アフリカ兵は、ヤンキー友はどこに嫌がるんだとカメラに向かって言っていた。真の栄光を手に入れるのだ。どうも皆さん、こんにちは。戦国無道です。あかねちゃんやで。前回のオストアフリカ編の続きです。南アフリカで親英派とボーア人で内戦が勃発したところからやったが、アフリカから敵対勢力を追い出す機会を伺っていたヒュティッヒにとって、これは千載一遇のチャンスであり、ヒュティッヒをはじめとするアフリカの国家弁務官たちは、アフリカの盾という連合体を結成し、この戦争に介入していきます。始まりの時、周囲では軍服姿の将校たちが最新情報を伝えたり、新しい資料を渡したりしながらまさに緊張感を持って行き交っている。ヒュティッヒは理性を保ってはいたが、興奮のあまり弾けそうになっていた。ここからかヒュティッヒの本領発揮なのだ。そのテーブルの上には、オストアフリカ軍の位置を示す様々なアイコンが散りばめられた。非常に詳細で、大きな地図が置かれた会議室の真ん中に置かれた大きなテーブルに、国家弁務官は近づいていった。地図を囲んで、厳格に注意を払っている将軍の一団は、ヒュティッヒが近づいてくると敬礼した。ヒュティッヒも、素早く敬礼を返すと一同は安心し、今日の仕事に取り掛かった。戦争の仕事だ。諸君、今日は、社交辞令やおしゃべりで時間を浪費するのはよそう。戦うべき戦争が迫っているのだ。ヒュティッヒは、一瞬たりとも無駄にすることなく、自分の言いたいことを言い始めた。現在、我々は、どのような状況にあるのか？何が、我々の弱点で、どこにあるのか？と、ヒュティッヒは、言って、将軍たちをじっと見つめると、このように思いがけず、急展開を見せた職務に対して、彼らは、返事をすることを求めて、お互いを見た。ザンベジ川ですと、老中将が言った。とかを試みられた場合に対応するために、軍隊をすでに派遣しましたが、しかし、南アフリカ軍が大挙して押し寄せれば、突破される可能性があります。ヒュティッヒは、その将軍に手を振って黙らせた。彼らは、森と野蛮人の荒野に身を投じることになるだろう。彼らが軍隊を征服したいところが、そんなところなら好きにさせたらいいと、彼は言い返した。ボーア軍は、今、南アフリカ軍をうまく引きつけている。どこを攻めればいいのか知りたいのだ。その場にいた何人かの将校は、まるで、この戦争の最初の会議の3分後に、ジョージが攻撃を命じようとするとは思いもよらなかったかのように、思いがけない様子で互いにつぶやき合った。ヒュティッヒが凍りついたような目で将軍たちを見つめ始めると、すかさず、親衛隊中将が口を開いた。ワーバンテとイエーガー両親衛隊師団は、いかなる作戦にも対応できるように待機しています。いつ、どこで、をご命令ください。ヒュティッヒは、その返答に微笑んだ。それでいいんだ、と、彼は陽気に答えた。彼は、地図上の南アフリカの海岸を指さしながら、一連の命令を言い終えた。我々を前にして、彼らは一瞬たりとも休むことができないだろう。一瞬たりともだ。電撃戦の意味を再認識することになるのだ。大混乱に泣き叫んで、戦争の犬を解き放て。さあ、開戦です。大敗的な資本主義の犬どもを、このアフリカの地から追い出しましょう。何気に、このゲームで戦争するのも久々やな。確かに、前回の日本編では一回も戦争していませんでしたからね。まあ、このモッドでは、ゲーム終了まで一回も戦争をしない国なんてざらにありますからね。ホイホー実況動画なのに戦争しないって、一体これは何のゲームなんですかね。南アフリカ戦争は南アフリカ軍だけなら大したことはありませんが、後から義勇軍で来る OFN の機構師団がとても厄介なので、それが来る前に体制を決しておく必要があります。 OFN の義勇軍が到着すると間違いなく戦争は泥沼化するな。ですのでこのようにボーア共和国の国境に師団を集中させ、一点突破を試みます。イーストロンドンの陥落。米国の強い関与にもかかわらず、状況はドイツに有利になりつつあるようだ。今日、アフリカの盾はイーストロンドン市の艦船占領に成功した。東部で一連の敗北を OFN 連合が被った後、ボーア反乱軍はオストアフリカ国家弁務官区などから支援を受け、南アフリカ連邦の中心部を脅かすほど前線を押し上げていたのだ。アパルトヘイトにより、ほとんどの白人がより良い土地を求めて移住したことにより、経済の中心地としての地位を失ったものの、この都市は依然として重要な物流拠点であり、ケープタウンからの物資やアメリカからの高頻度な輸送を直接東部戦線に届けることを可能にしていた。
この都市は来たる襲撃に備えて厳重に要塞化されており、市内に点在する多くの広場や公園に複数の大砲と対空砲台が設置され、郊外は取り壊されて壕や塹壕、地雷が連なる場所に置き換えられていた。しかしドイツボア軍合同任務部隊がナパーム弾と銃砲で外側の防衛線を破壊し、近接戦闘の専門家が予定されていた目標に到達するのに十分な大きさの裂け目を作り出したため、長期の備えは攻撃を食い止めるには十分ではなかった。奴隷として生きるよりも戦って死ぬことを選んだ民間人からの重要な支援を受けて、守備隊は勇敢に反撃したが、結局、ますます多くの場所を手放すことを余儀なくされ、港の周りに最終防衛線が急遽形成された。ドイツの手に渡らないように、可能な限りの物資が運用可能な船に積まれたが、多くのものが取り残されて降伏し、捕虜収容所に直面しなければならなかった。南アフリカのアメリカ軍司令官は、市民を国家社会主義の首引きから解放することを誓い、すでに戦争への関与を増強させる噂が流れ始めているが、この戦争に対するアメリカ軍の準備がいかに不十分であったかを示す今回の敗北は、激しい批判を浴びており、戦局が変わるのかを疑う声も多い。アフリカの自由はこれで終わりなのだろうか。それでも戦争は続く。南アフリカの重要都市イーストロンドンが陥落しました。開戦から1ヶ月くらいか。だいぶ早い調子でいいな。 OFN の義勇軍はまだ到着どころか派兵すらしていないようです。やっと義勇軍が到着したようですが、時すでに遅し、もう装備の差など気にならないほどこちら側が優勢になっています。前線の部隊は一部包囲されてるな。このまま大敗的なブルジョワどもをこのアフリカの地から追い出してやりましょう。戦争に勝った。南への行軍は血にまみれたものであった。戦いに次ぐ戦いで負傷者の殺してくれという悲鳴と懇願がハンス・ユティッヒ国家弁務官をうんざりさせたが、戦車が前進するとついにその惨めな存在を押しつぶした。オストアフリカ国家弁務官の親衛隊連隊はアフリカ戦線で成功を収めた戦士であり、この最後の包囲も他の虐殺と何ら変わりはなかった。ユティッヒの厳しい命令の下オストアフリカの包囲参加が始まった時に最後の戦いが勃発した。煙と焼けた肉の匂いと叫び声が何時間も続いたが、安全な全焼作戦基地にいる国家弁務官はもうこれ以上待つことはできなくなった。彼は即座に連隊に対してアフリカ平原を横断して敵の最後の防衛拠点であるケープを強襲するまでの前進を命じた。こうして彼らは住民を一人も生かすなという厳命のもとに土地を焼き払いながら進軍した。こうしてアフリカの夜の燃える星の下でユティッヒは戦いの知らせを待っていた。砲声が響き渡るとやがて街の炎が上がり、戦車の砲弾が街を構成する汚れた建物を粉々に砕く音が聞こえてきた。数時間後、一人の兵士がユティッヒの部屋に飛び込んできた。ドアが壁に当たって雷のような音がした。兵士は叫んだ。国家弁務官殿、ユティッヒ国家弁務官殿、お知らせが。親衛隊兵長、ユティッヒが口を挟んだ。お前は隙間風を入れたな。アフリカの夜は寒いんだぞ。彼はそう言うとすぐに席を立って瓶を片手に兵士のところへ歩いていった。国家弁務官殿、大変申し訳ございません。私は南アフリカでの勝利を報告するために派遣されました。敵戦闘員は一掃され、我が連隊はシェンク、ミュラー両国家弁務官の連隊と並んで今夜の勝利を宣言しています。兵士は言い終わった。勝利。シェンク、ミュラー両国家弁務官の勝利と言ったのか。はい、国家弁。兵士の発言は、ユティッヒが彼の頭上で瓶を叩きつけたことで遮られ、部屋から出ていくように命じられた。彼にとって戦争の終結はユティッヒの勝利、ユティッヒだけの勝利であった。アフリカを確保したことで、我々はライヒへの義務を果たしたのだ。開戦から約半年、南アフリカ政府が降伏。これでアフリカにアーリア人の理想郷を建てるために最も脅威となる奴らの一掃に成功しました。まずい、アフリカがこの世の地獄になってしまう。ですがその前に我らの目的遂行の邪魔になる奴らが身近に残っているので、奴らを排除します。もうドイツの敵はアフリカから一掃されたやろ。甘いですね、茜さん。清廉で忠実なアーリア人にふさわしくないクズどもがまだ近くにいるじゃないですか。おい、まさか。アフリカよ、さらば。ジークフリーとミュラーは背の高い草むらの中でひざまずき、狩猟用ナイフを使って殺したばかりのガゼルの皮を剥いでいた。片手に武器、もう片手に暗黒大陸の偉大な獣の毛皮を持ってサバンナに沈む夕日を眺めるのが彼の楽しみだった。レオポルドピルには戻らずに一生狩猟旅行をして過ごすのはどうかと考えたこともあったが、今までの狩りの成果を全て置いてきてしまうことになるため結局実行には移さなかった。ガゼルの皮をヘリに持ち帰ったミュラーは無線機を取り出してユティッヒの作戦会議に出ている哀れな男フォン・トーマがどうなっているか確認することにした。アドラー1からコンドル1へ応答せよ。ウィリーの様子はどうだ。どうぞ。無線機はしばらく沈黙を保っていたが、
バチバチと音を立てて息を吹き返した時、ミュラーは思わず顔をしかめた。こちらコンドル1、ヘリポートでユティヒの部下から襲撃を受けています。副操縦士がやられました。我々は今、左側にもう3人います。我々は今離陸しようとしていますが、フォン・トーマの姿がありません。我々は、通信は悲鳴とマシンガンの炸裂音で途切れた。ミュラーは無線の周波数を変え、再び通信を開始した。ロルフ、応答せよロルフ、ジークフリートだ。執務室にある私の私物をすべて梱包して、次の便でゲルマニアに送ってほしい。合法でも非合法でも構わない。お前もその便に乗れ。手放したくないものは何でも持っていけ。自分で執務室に行くのではなく、他の者にやらせろ。運が良ければ、来週の今頃、我々はティーアガル店でお茶を飲んでいることだろう。それじゃあ、レオポルドピルに戻るんですか、国家弁務官殿。いや、そこじゃない。この神に見捨てられた植民地でないところなら、どこでもいい。娯楽の時間は終わりだ。入るユティヒ。